こんにちは。ミニマリストになりたい私、もちです。今回は少ない服でおしゃれをするためのお洋服の捨て活方法をなんとファッションのプロに伝授してもらいましたので、皆さんにぜひシェアしたいと思います。そして私も実際にプロのアドバイスをもらいながらお洋服の捨て活にチャレンジしてみた様子もお届けします。少ない服でおしゃれをしたいと先日イメージコンサルを受けて、その診断結果をもとに超大量に服を手放しましたが、それでもやっぱり捨てるか決められないモヤモヤ服がまだ残っていました。そこで診断をしてくださったゆうほさんに私のクローゼットを実際に見てもらい、どうやって捨て活をしていけばいいかプロのやり方を教えてもらいました。骨格診断などイメージコンサルを受けていないという方も実践できる内容になっていますので、ぜひぜひ参考にしてみてください。それではスタートです。今回は前回お洋服について診断してくださったイメージコンサルタントのゆうほさんに来ていただきました。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。ゆうほです。今日はミニマリストのもちさんのためにお家に断捨離しに来ちゃいました。よろしくお願いします。ありがとうございますで、今日の断捨離の私の目的は少ない服でおしゃれにしたいっていうのと、祖母や母からもらったお下がりのお洋服がたくさんあるので、それを活かしながらコーディネートを組んでいきたいと思っております。じゃあゆうほさんに教えてもらいたいと思います。少ない服で厳選するためにどうやって断捨離していけばいいでしょうか？はい、ポイントね、いくつかあるんですけれども、まず前提からお話ししていきたいと思います。まずね、大前提としてこれでいいやって思って選んでしまうお洋服は手放した方がいいっていうことですね。で、なぜかっていうと、これでいいやっていう言葉には妥協の意味がすごく含まれているので、なんか買う時とか選ぶ時とかにそういった言葉が浮かんだら、それはちょっと捨てるお洋服のサインです。やっぱり自分の魅力をぼかしちゃうんですよね、そういう気持ちって。だからこれでいいやっていうのは厳禁で、これがいい、私はこれがいいっていう風に選べるようになってほしいなと思ってます。私も実際これでいいやって思いながら持ってる服がいっぱいあります。その基準はすごい基準値が上がってとってもいいと思います。いきなりね、もう 100% 全部これがいいって変えられたらすごくもちろん理想なんですけど、現実的にね、そのいきなり全部買い替えるっていうのは難しかったりとかもすると思うので、ちょっとずつでもいいのでこれがいいの割合をどんどん増やしていって、最終的にそれが 100% で出せたら一番いいなって思ってます。あともう一つ目なんですけれども、そもそも似合うっていうものが何かっていうことをご説明しておきたくって、似合うってね、私もイメージコンサルティングに出会う前はなんか感覚的なもの、そうですね、なんとなくなんか似合うかもみたいな風に感覚で捉えていたんですけれども、似合うっていうものをね、改めて言語化してみると、まず色、形、素材感っていうもののうちの3分の2以上が合っている状態が似合うと感じられる状態になるんですね。パーソナルカラーと骨格とお顔立ちの診断を受けていただいたので、もちさんにはもちさんにとって似合う色、形、素材っていうのは結構もう明確なんですよね。なので迷いが出てきた時っていうのは3分の2以上満たしてるかっていうところを基準に進めていきたいと思います。なるほど。人それぞれ似合う形と素材とカラーがそれぞれあるんですね。それぞれです、完全にこれは。それを診断やっていけば分かってた。そうです、そうです。じゃあ具体的にどういうステップで捨てていけばいいですかね？たった2ステップです。1個目はファッションっていうのがそもそも似合うだけじゃなくて、やっぱり自分の好きっていう気持ちもすごい大事だと思うんですよ。すごく共感します。なので今日はもちさんに自分自身の好きをビジュアライズしてもらうビジョンボードをね、作ってもらったんですよね。そのビジョンボードの好きと似合うというものを掛け合わせたところでテイストを絞るっていうのをまずやってほしいです。テイストを絞るっていうのは、例えば、かっこいい系、かわいい系とか、綺麗めとかカジュアルとかいった、そういったものをテイストっていう風に言うんですけど、ものを厳選するっていうことはいろんなテイストを幅広く楽しむっていうよりかは、ある程度テイストを固めてしまった方がものは厳選しやすい。で、イメージコンサルティングまだね、診断受けてない方は似合うがまだちょっと明確じゃないかなって思うので、そういった方はとりあえず好きだけでもビジュアルに起こしてみて、ビジョンボードね、作ってみるとすごくやりやすいと思います。自分がいいなと思う写真を集めてみて、それに共通するテイストを見つけて、それがかっこいいだったり可愛いカジュアルだったり、そういうのを見つけていくってことですね。はい。もちさんの場合イメージ的にやっぱ爽やかとかボーイッシュなイメージになってくるので、なんかフェミニンとかそういったイメージとはまた逆になってくる。で、あとは、デザインがシンプルであるっていうこと。
できれいめとカジュアルの比率がだいたい5対5ぐらい、程よく両方とも入っているっていう状態で、シルエット自体にはゆとりがある、ちょっとラフさがある感じですね。こういったところがもちさん自身のテイストの基準になってきます。ビジョンボードを作ることでこういう服好きなんだっていうのを改めて気づきました。めっちゃ良かった。そうなのでやっぱり似合う×好きで基準を絞るっていうのはまず最初にやってほしいことですね。じゃあステップ2、好きと似合うから明らかに外れているものを言語化して手放すっていうことになります。これ明らかにっていうのが結構大事で、これはもうスタイリングとかしてもこれはもうどうしても似合わせることができないっていう判断のものになったりとか、あとは自分のその好きっていうところが明らかに外れてるとかっていうところを言語化するんですけれども、例えばもちさんの場合には色や柄を多用してごちゃごちゃさせるっていうのが苦手。ビジョンボードからも好きじゃないことが分かるんですよね。そう、あとは、きれいめすぎるっていうもの、例えば素材も形もきれいめみたいなものですね。めっちゃ簡単に言うとデニムに合わないもの、ツルツルのブラウスとか、確かにそこまでいくと好みじゃないかもしれないですね。であとはインナー以外でサイズ感がフィットなアイテム、ピタピタのアイテムですね。やっぱり送っていただいたものだったりとか、あとは骨格的の観点からある程度やっぱシルエットにゆとり感があった方がお似合いになる。あとはギラついてるとか、あとはデザインが派手とかポップとか甘いっていうものが明らかな理想から離れてるものになってくるので、基準から外れるものっていうのをこういうふうにまず言語化しました。なのでもちさんが手放すものを今言ったものですね。こういうのをあったら手放しても大丈夫。そう、わかりやすいっていうのが今日やっていくことですね。ありがとうございます。なんか捨て活がすごいはかどりそうな今までなんとなく気持ちでやってたから、もう言語化するとすっきりしますよね。なぜ残すのか、なぜ捨てるのかが分かるので。そうですね。じゃあ早速やっていきましょうか。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは捨て活スタートです。特になんとなく持ってしまっている服が多かったトップス、シャツ系を重点的にゆうほさんのアドバイスをもらいながら捨て活をしていきます。これが判定しづらかった。なるほど。こちらは10年前に買ったギンガムチェックのシャツ。特段気に入ってるわけではないのですが、無難だし捨てる理由もなくてなんとなく持ってしまっているアイテムでした。これは結構子供感が強いアイテムですね。素材感とかも割とカジュアルな感じだし、あとはこのギンガムチェックっていうのが割とキュートな印象になるものになるんですよね。あと袖も若干短いかなっていう感じがするから、これ実はこの夏全然着なかった避けるアイテムだったので、会社にしか着てってなかったので、これは確かに手放してもいいかなと思います。きれいめカジュアルにちょっと持っていきづらいぐらい、ちょっと子供要素が強すぎるかなっていう。なるほど、決心がつきました。じゃあこれ今回手放そうと思います。子供っぽさが強く可愛らしいこちらのお洋服は手放すべきアイテムである甘いお洋服に当てはまるため手放すことにしました。これもインナーすごく重宝してたんですけど、続いてはこちらのレースのリブ T シャツ。色が特に好きでよく着るお気に入りのアイテムではありますが、肩のサイズ感が合わなかったりモヤモヤするポイントが多かったので、こなし方を相談させてもらいました。肩がとにかく浮いちゃうぐらい合わないんですよね。この切り替え位置が、切り替えがすごい中で、それはそうだな。でも合わないんだったらやめた方がいいですけど、インナーでいけるのかなと思って、インナーだったらありですね。じゃあ一旦残して、一旦残します。本当はこういうレースとかついてね、こういうつるっとしたものが一番使いやすい。なるほど。もしかしたらこれっていいじゃないですか。こういうのがいいんですよ。インナーこういうのがいいです。つるつるしてる。さっきのは全部リブタイプ。リブとかレースがついてるとかじゃなくて、こういうのがいいんですね。こういうのに寄せていけばコーディネートを工夫しなくても自然とうまくいくってことですね。なるほど。やっぱさっきのと比べるとなんか厚みとか凹凸感とかが違うなってこれとかそうですね。このレースとかがなくてもいいんじゃないのかなって思います。逆にレースがおしゃれだと思って買ったけど、シンプルの方が似合うとか、ありたい姿に結構合ってる。こっちの方が近いと思います。なるほど。わかりました。じゃあちょっとあんまりこれ着てなかったんですけど、その夏一軍になりそうです。いいと思います。めっちゃ。こちらのレースリブ T、私にとっては理想から少し外れる甘さが強いアイテムでもあります。でも私自身比較的気に入っていて、インナーであれば着回せるということで今回取っておくことにしました。
ですが、むしろこういうシンプルな T シャツの方が私が目指すテイストに近いアイテムでした。装飾があるイコールおしゃれだと思ってしまって、ついついこのような飾りがある服を買いがちでした。これからはビジョンボードで理想のコーディネートを意識しながら上手に買い物をしようと思いました。あとは、これは逆に組み合わせ方を教えてもらいたいやつで、続いてはこちらの T シャツ。10年ほど前でしょうか、母が社員旅行で行ったハワイのお土産として買ってきてくれたものです。可愛くて結構好きなんですが、コーディネートが難しく、ほとんどというかもう全く着ていないアイテムでした。せっかく買ってきてくれたので、できればおしゃれに着こなしたいということで、着こなし方のコツを相談させてもらいました。めっちゃ可愛いんですけど、めっちゃ可愛いんですよ。超透ける。超透けるんですよ。でも着てないのもまた事実なんですよね、これが。なるほど。こんな透ける T シャツ初めて見た。さすがアメリカって感じですけど。これの着方があったら教えていただきたいんですけど、もしアドバイスいただいて、それでもう着れないなら、この夏手放すかなっていう感じです。これは最高難易度ですか？結構やっぱ子供確かにポップ感が強いのと、素材もめっちゃ薄い、で形もコンパクト、でデザインも結構ポップな感じだから、合わせるんだったらこれダークブラウンのとか、そういう大人っぽい色と合わせた方がいいなっていう感じはしますね。これにデニムだとめっちゃ子供っぽくなるから。なるほど。でインナータンクトップで着て、で上からシャツとかきれいめな感じで羽織るとか、なるほどぐらい結構工夫が必要。難しそうですね。これにデニムだと結構子供っぽくなっちゃいますね。これは超手放す候補としてこの夏研究してみます。はい。母からもらった服なので手放すことはしませんが、手放すべきアイテムであるポップなお洋服に当てはまります。私の理想である大人カジュアルに寄せるため、大人っぽいアイテムを合わせてバランスを取り、この夏着こなせるかトライしてみたいと思います。もしそれでも着ないアイテムになってしまったら手放そうと思います。これはオフィスで着る感じです？いや、これはこれは、ゆうほさんに見つかってしまったこちらのソーレース T シャツ、結婚式やお呼ばれの会などオケージョン用にしか着ておらず、私服には合わせづらいので普段は全く着ていないお洋服でした。リアルに2年間ぐらい着てないんですけど、なんか特別な時の服だし気に入ってたから残してたって感じですね。なるほど。オケージョン用で、でも着てないんで、手放してもいいのかなっていうアイテムでは確かにありますね。なんかパンツスーツとかロンパース的なのに合いそうですよね。でも取っておいてるだけって感じ。そうですね、欲を言うなら、レースのこの柄が結構繊細で小さい感じなんですけど、本当はもっと大きいとか、あとこのレース自体が結構もうちょっと厚みがあってしっかりしてるとか、あとこのフリルも大きめの方が本当は骨格的にすごく得意になりますね。こいつマジで着ないんですよね。合わせづらいんですよ、やっぱり。機能的でもないですしね。なんか暑いのか寒いのかよくわかんない。なるほど。じゃあ手放してみようかな。手放そうと思います。これこそタンスの肥やしでした、本当に。いつも服は端から順番に着てくんですけど、これはそのループの中にも入れてなくて、ずっとオケージョン用って言って取っておいたもので、マジで着てなかったので。オケージョンもっといいのありますよ。これに固執しなくても、じゃあこれは回そうと思います。ということで、めったに使わないオケージョン用のお洋服はレンタルのサービスもありますし、もっと似合う服があるとゆうほさんにもアドバイスいただきましたので手放すことにしました。あとはこれは普通だけど取っておいちゃったって感じですね。続いてユニクロで買ったワインレッドのシャツ。買った当時は色とこの変わった形に惹かれ購入しましたが、七分袖で秋色なので本当に短い期間にしか着れないこと、また手持ちのボトムスと合わせるのが難しくってモヤモヤするアイテムでした。めちゃくちゃ素材がテロンとしてて綺麗めな感じなんですよね。デニムですね。超綺麗めな感じだから、多分デニムとかと合わない感じですよね、素材的に。これはいつも何と合わせてます？ジーンズとかコージュロイのパンツ。いや、これは結構カジュアル度が強いデニムと、すごい綺麗め感が強い素材だとちょっと違和感が出るかなと思います。スラックスみたいな
もう綺麗めなアイテム。でもカジュアル素材は多分合わない。私のテイストにもね。そう、テイストに合ってないんですよね。カジュアルとかラフ。コーデュロイとかだとこれにも合わないみたいな。合わない合わない。なるほど。これは手放しですね。もうこれめっちゃもうドンピシャじゃないですか。さっきおっしゃってた、私の好きも合うし、ちょうどいい綺麗め感で、しかもしっかりした生地の厚さっていう。そう、ペラペラすぎず、でもゆったりしたシルエットがあって、これもうめっちゃいいと思います。色、形、素材感バッチリ。三拍子揃って。で、これは多分デニムに合わせても全然おかしくない。めっちゃいいですね。だからといってなんかすごいガサガサしてるカジュアル感っていうよりかは、ちょっとやっぱ綺麗め感もデザインにありつつ、でもシルエットはラフな感じ。これ。これなんですね。分かってきた。分かってきた。さっきのこれはなんかテロテロしてて、綺麗めすぎちゃうんですよね、この。こっちはある程度ちょっとなんかシワっぽさとかも残ってて、これがラフな要素とかになってくるから、綺麗めカジュアルが得意なもちさんにとってはこれがすごくいいです。しかも好きっていうね。これは別に普通あるから来てた。そう。こっちですよ。わかりました。なるほど。せっかく1年間365日しかないから、思い入れがない似合わないアイテムを一生懸命着るより、記念のものにやってとした方がいいかもしれないです。じゃあ、手放します。後押しありがとうございます。ということで、大人なカジュアル服が理想の私にとっては、綺麗めすぎるこちらのボルドーのシャツは手放すべきアイテムにも当てはまるので手放すことにしました。これ普通だから可もなく不可もないから残したって感じですね。確かに。こちらはユニクロで買った丸首のシンプルなレイヨンシャツ。色もデザインもシンプルで洗濯機でもガンガン洗えるので使いやすくて、会社に行くのには重宝していました。でも特に気に入っているわけではなく、あるから着ている可もなく不可もないお洋服でした。これは多分1枚で着るとめっちゃ寂しい感じになると思う。素材が薄いし超透ける感じ。そうです。紺だから透けづらいけど透けてますね。これなんか重ねるって言われてもないしな。そうなんですよ。中にインナー着るとちょっと変ですよね。だからといって外に重ねてもなんかちょっとちょっとゆとりあるじゃないですか。そうですね。だから上から重ねるってなってもちょっと難しいかなっていう感じ。セーターの下から別に出すとか白ならまだあるけど、じゃあこれだったらもっといいアイテムが、もっと似合うアイテムがあるから、これこそ最初の妥協で選ぶ服。そうですね。まあ変でもないしこれでいっかみたいな。おしゃれにしたいならもったいないですよね。これそうですね。不可もない。そうですね。おしゃれにはちょっとハードル高いかもしれないです。これ逆にシンプルとはいえど、骨格ナチュラルだから、ちょっとやっぱ生地の風合いみたいのが欲しいんですよ。でさっきのこのベージュのトップスと比べてみると、これってなんか風合いがあるじゃないですか。シワっぽさが残るこの感じがあるんですけど、これ結構のぺーっとしちゃう感じ。確かに。薄くてのぺーっとしてる感じが寂しくなりやすい。これ無難に見えて意外と難しいアイテムだなと思います。そうなんだ。難しい。めちゃめちゃ無難だと思ってたな。ストレートにしてはちょっと素材薄すぎるし、ウェーブにしてはなんかシルエットちょっと大きいしなみたいな。だからこそ着たら無難になるだけなんですね。そう、多分機能的にはいいっていう感じ。軽くて涼しく着やすいんだろうなっていう機能はいいけど、おしゃれに見せるってなるとちょっと難しいなっていうアイテムだと思います。めっちゃ参考になる。じゃあこれは基準で言うと手放すアイテムですね。そうです。手放しましょう。ということで、こちらのお洋服、綺麗め度が高く理想のテイストから離れていること、また骨格的にも似合いづらく、そして何より妥協で選ぶお洋服だったので手放すことにしました。あとはシアーシャツ、ちょっとボロボロになった。続いてはシアーシャツ。とっても重宝しているアイテムで自分としても気に入っていましたが、こちらもゆうほさんに見てもらいました。ずっと夏これ上に着てばっかりいたんですけど、でも色も形も素材感も全然いいかなっていう感じしますよ。劣化だけなんか、やっぱり感じます。だってこの辺とか破れそう。いや、そう破れそう多分愛用しすぎて破れちゃったのかなっていう感じだから、代用品を見つけてみてください。わかりました。これを参考にして。なるほど。確かに背中やばい。やばい。これはなんかもう似合う似合わない以前に即捨てですね、これ。この辺も破れてる。やばい。スカストわかりますね。この辺とかすごい。本当だ。
愛用しすぎちゃった似合うから愛用しすぎちゃったっていうことね、じゃあこれは手放すんですけど、新しく参考にね、買い替替えでいいと思う。ということでシアーシャツはあまりにもボロボロすぎたので手放すことにしました。自分的にはこのぐらい大丈夫だろうと思って着ていましたが、他の方から見ると印象違いますね。よれや汚れは着ている本人が一番見えていないんだと感じました。これからは友人や家族にそのダメージが気になるか客観的に見てもらい、手放すタイミングを測ろうと思いました。ということでカットソーシャツ系からは5着手放すことができました。先日の捨て活ではカットソーシャツは32着から16着へ減らせたのですが、今回さらに減り11着まで厳選することができました。今回の捨て活で気づいたのは、手放したほとんどの服がなんかコーディネートが組みづらいアイテムだったということです。お気に入りの一軍服たちになぜか似合わないお洋服って結局自分の好き似合うのどちらかに合っていないアイテムなんだと今回実感できました。コーディネートが組みづらいと思ったら、それは手放すお洋服のサインなのかもしれません。大人カジュアルが好みの私の場合、きれいめすぎたり逆に子供っぽすぎるとコーディネートが難しくなりやすいことが今回よく分かりました。カジュアルにもきれいめにもどちらにも使えそうな雰囲気のお洋服がこれからの服選びの大切な基準になりそうです。トップス以外にもゆほさんに見ていただきました。こちらは母が若かりし頃着ていたワンピース。一軍としてたくさん着たいのですが、なかなかおしゃれにできなくて悩んでいたアイテムでした。また母の若い頃着てたお下がりっていうアイテムで、もし出し方があれば教えていただきたいなと、上に羽織入れるにもちょっと難しかった。手持ちの羽織ではちょっとあったことがない。でもこのヴィンテージ感はいいですね。で、この素材もシワっぽい感じとか、まず小物はカゴっぽいものと合わせる。なんかこれになんかレザーとかの綺麗めなものを合わせると、めっちゃなんか古っぽくなっちゃうから、そうそう、こういう感じこういう感じの合わせがよくって、確かに可愛い。そうそうそうめっめっちゃ可愛い。急に可愛くなった。そうおしゃれ。可愛いですね、これ合わせると。なんか鍵編みとかいいんじゃないですか、鍵編み。ざっくりさせて、ざっくり系に持ってった方がいいと思う。綺麗め。そうそう、レトロ、言いたかった、そうそう、レトロ。なんか急にビジョンが見えてきますね、こうすると。サンダルも色合わせて、ちょっとラフな感じとか。だから黒とかじゃなくて、もうちょっとリゾートチックな感じで。そう、リゾートチックレトロみたいな感じに持っていくと可愛い。めちゃめちゃ可愛いかも、そしたら。いいですね。生き返りました、今これ使ったら。嬉しい。うまく活かせばめちゃめちゃいいアイテムだったってことですね。おしゃれに。小物次第、これは。完全に。小物次第。小物も綺麗めにすると、残念な感じになっちゃうんですけど、小物も天然素材とか、風合いのあるもので、ちょっとレトロ系に持っていくといいです、これは。なるほど。かわいい、この組み合わせ。ね、めちゃめちゃいい。意外とやったことなかったですか？なかったです。もうただ着てたって感じでした。小物は気にせずに。これ小物で、小物次第。なんか物を減らそうってなるとシンプルになりがちですけど、こういう服があると嬉しいですね、こういう。いいと思います。嬉しすぎる。よかった。生き返った。じゃあこのワンピースは一軍としてたくさん着ていきたいと思います。なかなかうまく着こなせていなかったこのワンピースも天然素材のカバンや靴と合わせることで一気におしゃれ見えすることが分かりました。今年の夏は一軍で大活躍してくれそうです。母のお下がりを生き返らせることができてとっても嬉しかったです。これが祖母のお下がりのスカートだ。かわいい。かわいいですよね。これまさに差し色。いいじゃないですか、これ。でもこういう素材いいですね。本当ですか？風合いがある。風合いある。こういうのもいっぱいいいです。これですね。これまさに。これいいです。後でコーディネートで使います。本当ですか？やった。ということで、ゆうほさんに手持ちのアイテムだけでなんと4パターンも私のテイストに合う春服コーデを組んでもらいました。まずはビフォーとして私の好きや似合うから外れる超綺麗めだけのアイテムのコーディネートを着てみました。なんかダサいですし、ビジョンマップで描いた好みの服とは程遠いです。このような合わせづらいアイテムがクローゼットに混ざってしまうと一気に服選びの難易度が上がるなぁと感じました。続いてはゆうほさんに手持ちのお洋服で組んでもらった私好みのテイストの春服コーデ1着目。とってもお気に入りのピンクベージュのシャツを使ってもらいました。
綺麗めでもどこかカジュアルさもあって、まさに私好み。最近はただの部屋の飾りになってしまっていたブルーのバッグもシンプルコーデの差し色になり、一気におしゃれ見えしますね。普段は楽したくてついつい黒のサコッシュばっかり持って出かけてしまっているのですが、たまにはこんなおしゃれバッグを使ってみてもいいなと思いました。春服コーデ2着目、今度はお気に入りのブラウンのチェックシャツとアイボリーのスカートのコーデを組んでもらいました。インナーにはこれまであまり使っていなかったシンプルなブラウンの T シャツを着ています。シャツと T シャツのブラウンカラー、そして実はスカートのステッチもブラウンなので、全体がうまくリンクしていて、まるでマネキン一体買いしたかのような完璧なコーデが完成しました。服の色をリンクさせるってとってもおしゃれ見えしますね。また一つおしゃれになるテクニックを習得しちゃいました。春服コーデ3着目、こちらは私の大のお気に入りの祖母のお下がりのスカートを中心に組んでもらったコーデです。そしてただカバンの飾りになっていたスカーフを体に巻いてアクセントにしています。私的には超新鮮なスタイルで着こなせるか少し不安だったのですが、見てください、この後ろ姿、とっても可愛いんです。スカーフにもあるマスタードカラーがスカートの色とリンクして、これもまた上級おしゃれテクが使われていました。インテリアになってしまっていたスカーフがこんなに活躍してくれるなんて新たな発見でした。春服4着目は爽やかなカジュアルコーデ、春色のリネンシャツを生かして組んでもらいました。このシャツ5年前にユニクロで買ったものなんですが、なんとこのピーチピンク色は今年春夏のトレンドカラーらしいです。服を減らそうとするとどうしてもベーシックな色ばかり残りがちですが、やっぱりこんなカラーアイテムがあるとファッションが楽しくなりますね。爽やかでボーイッシュな雰囲気を持つ私にはまさにぴったりなコーディネートで大満足です。好きなアイテムと似合うアイテムだけに上手に厳選すれば、これだけ手持ちの服を減らしてもおしゃれが楽しめちゃうんですね。今回のステ活の大発見でした。ということで計5着のお洋服をさらにまた手放すことができました。あとはコーデも4着組んでいただいて、手持ち服だけですごく素敵なコーディネートを組んでもらえて、本当にびっくりしました。よかった嬉しい。ビジョンボードがすごく良かったです。やっぱり大事なんですよね、あれ。ビジョンボードはすごい作ってて良かったなと。ワクワクしました。好きなお洋服の写真集めて並べてみると、あ、こういう服が好きなんだって自分の中でも腑に落ちるので、こういう綺麗な服とか手放すきっかけにもなれたし、すごい作ってよかったなと思います。よかった。骨格診断とかしてない方もビジョンボードがあればすごくそれでステ活もはかどるんじゃないかなと思いました。そう、意外とね自分の好きなものって明確に認識できてなかったりするので、そうかも。ビジョンボードねおすすめです。本当におすすめです。似合うアイテムと好きなアイテム集めたら、こんな少ない服でもおしゃれができるんだってすごく感動しました。祖母のとか母のお下がりとかコーディネートが活かせたのもすごく嬉しかったです。使えるんだと思って。単品で考えるのももちろん大事なんですけど、組み合わせっていうところもねすごい大事にしてほしいなって思いました。残った服を見てすごく幸せな気持ちになりました。おー最高。嬉しいです。よかった。本当に感謝です。いやーよかった。目標達成です。そうですね、よかった。これからちょっとずつ似合うものにアップデートしていこうかなと思ってます。そうですね、今日のステ活を機にまた自分の中で明確な基準がね、できていったと思うので、また買い物の精度が上がって、これからどんどんねもちさんおしゃれになっていっちゃうんじゃないかなっていうおしゃれにもなりたいです。ちょっと楽しみですね。こういうイメージコンサルティングの、例えばパーソナルカラーだったりとか、骨格とか、顔立ちの知識っていうのは一生ものなので、確かになんか一回受けておくとすごく物を絞るのにも選ぶにもすごく役立つ知識になるかなと思うので、ご興味のある方はぜひ。私も本当に受けてよかったなと思いますので、ぜひぜひご興味のある方受けてみてください。お待ちしてますゆほさん、今日は本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございましたありがとうございます。この度なんと登録者5万人を突破いたしました。もう全く信じられないです。登録してくださっている皆さん、本当にありがとうございます。皆様の温かい応援が動画投稿を続ける励みになっていました。感謝してもしきれません。
そして今日は私にとってのミニマリズムについて少し語らせてください。私にとってミニマリズムは生き方そのものを変えてくれた考え方でした。自分にないものばかりに目を向けてしまっていた過去の私は、自分に本当に自信がなく、生きるのってなんて難しいんだろうと悩んでいました。そんな中、なんとなく始めた捨て活にとっても救われたんです。捨て活を通し、自分が本当に大切にしたい物事は何かを知ることができました。すると、他人軸が全てだった私にも自分軸が徐々にできていきました。自分にとって大切なものはもうすでに持っていることにも気づくことができました。暮らしが少しずつ前向きになり、今はずっと自分の人生を歩めている気がします。そんなミニマリズムなパワーに私のように救われる方が少しでも増えてくれたらいいなと思いを込めながら、これからも動画投稿頑張っていきたいと思います。今後の動画もどうぞお楽しみに。